今回はいつも年子を変えて滋賀県瀬々駅からジャパニーズウイスキーの聖地山崎への旅の動画です。滋賀県の瀬々から電車でわずか27分、片道490円の小さな旅で、今日は初めて山崎駅に降りました。普段は新快速で通り過ぎてしまう駅でも、降りてみると目の前はいきなり竹林、高い建物がなく、昭和の香りが残る静かな駅でした。階段に近づくと、ここが全ての始まり、山崎蒸留所の広告が目に入り、期待が一気に高まります。サントリー山崎蒸留所の見学は人気が高すぎて、土日は数ヶ月先まで予約がいっぱい。奇跡的に平日の今日、予約が取れて見学できることになりました。駅を出ると車がほとんど通らない静かな道が続きます。小さなホテル、郵便局、地元のお祭りのポスター、どこか懐かしい昭和の空気が漂っています。利休八幡宮や山崎合戦の看板、この町が歴史の上に立っていることを感じます。自宅を改装したカフェや骨董店、時代や辻の独特の存在感、歩くだけで時間がゆっくり流れていくようでした。赤い消火栓と黄色いサントリーの看板、こんな小さな風景にも山崎らしさが詰まっています。この踏切を渡ると今日の最終目的地ですが、一旦ここはスルーしてまずは腹ごしらえに向かいます。そしてうどんの提灯が見えてきました。今日の最初の目的地、鍵湯です。白い壁が印象的な静かなお店、谷崎潤一郎の小説にも登場する由緒あるうどん屋です。注文したのは親子丼ときつねうどんのセット。運ばれてきた瞬間、湯気の香りがふわっと広がります。きつねうどんは透き通った出汁です。うどんはつるつるとして非常に喉越しがいい。油揚げは分厚くて出汁をたっぷり含んでいます。親子丼は器を揺らすと卵がプルプルと震えてとろけるような柔らかさ。関西の料理は出汁が決め手です。甘すぎず醤油が濃すぎず、出汁で勝負。うまいです。気づけば米一粒、出汁一滴も残さず完食していました。店内には谷崎潤一郎の小説の一節を取り上げた書が飾られていて、ここできつねうどんを食べたことが記されていました。静かで温かい時間でした。お腹も満たされて、いよいよ山崎蒸留所へ。踏切の警笛さえ今日は風情に感じます。左手には蒸留釜を再利用した巨大なオブジェ。錆びた金属が自然に溶け込んでいて、まるでハウルの城のようでした。ポットスチルの門をくぐり、緑の小道を歩いてウイスキー缶を目指します。ちなみにポットスチルとはもろみを蒸留するための銅製の釜のことです。後であの門ってどうだったんだって気づきました。この時は自然と調和していて木製だと勘違いしてました。小道を歩くと石碑やお地蔵さんが静かに佇んでいます。御神水の町で作られるウイスキー、どこか神聖な空気を感じます。そしてついに山崎ウイスキー館に到着しました。展示室ではサントリーの挑戦の歴史を学べます。日本にもウイスキーの時代が来る。鳥居慎次郎はそう信じていました。白札、赤札は売れず、当時の広告は今では考えられないほど痛烈。それでも挑戦を続け、ついに角瓶が生まれます。これや日本の洋酒文化を構築したサントリーの各種ウイスキーの銘柄の瓶を見ることもできます。マスターブレンダーが愛用したテイスティンググラス、これを見て後で自分用に買うことになります。
歴代の山崎が並ぶ棚は圧巻で、深い琥珀色の瓶が積み重ねてきた時間を物語っていました。テイスティングラウンジに入ると、約7000本の原酒がライトアップされて並んでいました。黄色に近い茶色いものから黒に近い茶色いものまで、樽と時間が作る色の違いが一目でわかります。その中で見つけた1960年の原酒、自分が生まれる前から眠り続けてきた時間の重さに思わず見入ってしまいました。御年66歳ですよ。注文したのは山崎ブランド体感セット。山崎12年18年。若い山崎はツンとした刺激、アルコール臭を感じます。12年は甘い香りが広がり、18年は角が取れて静かなまろやかさ、味の違いが分かって面白いです。ウイスキーって歴史を感じながら飲む繊細なお酒ですね。そして最後に蒸留所限定ウイスキー。スモーキーな香りが心地よくて、今日飲んだ中でこれが一番好きでした。若いのでツンとした角は残ります。これを熟成したらスモーキーな香りとまろやかさで私好みのウイスキーになる気がします。スタッフの方によると、スパニッシュオークの樽で熟成しているとのこと。今日自分の好みがはっきり分かりました。ギフトショップでは蒸留所限定ウイスキーとテイスティンググラス、そして妻へのお土産の梅酒を買いました。外に出ると青空と緑が眩しくて、ほろ酔いの体に風が心地よく感じます。歴史と自然が溶け合うこの場所で心が洗われるような時間を過ごしました。帰り道、山崎駅の隣のコンビニがデイリー山崎だと気づきました。こんな小さな発見さえ今日は愛おしい。ちなみにここ山崎の地と山崎製パンには直接的な関係はないようです。山崎製パンの設立に関わった山崎市にちなんでいるとのこと。ウイスキー好きはもう山崎に住んでもいいんじゃないか。京都にも大阪にも近くて働き口もたくさんある。そんなことを考えながら滋賀へ帰る電車に揺られています。家に帰ってお土産を並べてみました。山崎の紙袋もどこか誇らしげです。買ったばかりのテイスティンググラスでまずは樽貯蔵の滋賀県産焼酎山吹をストレートで。次に水を上のラインまで入れて割ります。グラスの口が鼻に近いので香りがしっかりと感じられます。なるほど、こうやって味わうのかと納得しました。次にウイスキー甲州もストレートで。次にハイボールでいただきます。ハイボールはやっぱり美味しい。でも炭酸の魔法で違いが分かりにくくなる。水割りの方がウイスキーの実力が見える気がします。チーズは旨味が強すぎてウイスキーが負けてしまう。イカの姿フライは合うけれど大衆酒場の雰囲気になってしまう。高級ウイスキーには何を合わせるべきか、これは今後の課題です。ウイスキーは樽と時間が作るお酒。ガンガン飲むものではなく、ゆっくりと
歴史と香りを味わうもの。今日の旅はその当たり前のことを改めて教えてくれました。滋賀から27分、こんな近くに心が洗われる場所がありました。ちなみに翌日気づいたのですが、クレジットカードが入ったカード入れを帰り道の電車内に落としていました。安駅に落とし物で届けられていて、最終的に受け取ることができました。ほろ酔い気分で電車に乗っても落とし物をしないように気をつけましょう。落とし物をしてもきちんと届けられて戻ってくる日本の治安の良さに感謝です。